皆さんこんにちは、うつベンチです。今回はベンチプレス、フォームの基本を極めれば絶対に強くなりますというお話をさせていただきます。今回の動画ではベンチプレスの基本を徹底的にお話しします。基本を徹底することでベンチプレスの重量は間違いなく伸びます。僕はめったに断定的な言い方はしないようにしていますけれども、今回の話は別です。ベンチプレスは基本を徹底すれば重量が上がる種目です。細かいテクニックは多くの初級者から中級者には必要ありません。今回の動画は自称ベンチプレスオタの僕が国内外のベンチプレス、英語のベンチプレスと名前のつく見つけられるだけのベンチプレス解説動画や今まで教わってきたこと、自分の経験をもとにベンチプレスの基本を詰め込んだ動画にしました。この1本でベンチプレスのフォームの基本は網羅できると思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。この動画では基本は簡単ではない、専門用語について、基本1、胸椎の柔軟性の確保、基本2、寝る位置、基本3、肩甲骨は寄せて下げる、基本4、手幅は前腕垂直、基本5、グリップはしっくりくるように握る、基本6、ブリッジを作る、基本7、ラックアップの腕は垂直、基本8、下ろしは自然に、基本9、下ろしの前腕は常に垂直、基本10、挙上は下ろしと同じ軌道、基本11、呼吸は強圧。こんな感じでお話ししたいと思います。動画が長いのでラジオ感覚でながら聞きできるように作っています。もちろん画面をご覧いただければさらに分かりやすくなるように作っていますので、環境に応じて使い分けてください。まず皆さんに知っていただきたいのは、基本は簡単で応用は難しいではないということです。むしろ基本を極めるということは個別の応用テクニックを習得するよりもはるかに難しいです。そしてある程度の高重量をベンチプレスで上げるために応用的なテクニックは必要ないと思います。例えば体重60キロの方が110キロを上げる、体重70キロぐらいの方が130キロを上げる、体重80キロの方が140キロを上げるぐらいまでです。これぐらいの重量までは基本を徹底して練習するのが一番いいと思います。ちなみに僕はベンチプレス歴、これイコールトレーニング歴なんですけれども、2年半で体重85キロで150キロが上げられるようになりましたが、これは基本を徹底してやり込んできたからだと思います。しかし多くの方が基本をやり込む前に応用テクニックに取り組み重量が伸びていないというのが現実です。今回の話は前回お話ししたベンチプレスが強くなるための6つの順序という動画の深掘り動画で、この動画でご紹介した順序の基本という段階と基本の理解という段階の話です。繰り返しになりますが、今回の内容を徹底的に行っていただければ重量はほぼ間違いなく伸びると思います。一緒に頑張っていきましょう。この動画が役に立ったなとか応援してあげてもいいよと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。それでは本題に入りましょう。フォームの基本に入る前に注意点についてお話しします。この動画では肩甲骨の内転、下正、下方回旋などの専門用語を使用します。なぜかというと、専門用語を使わないと正確に伝わらないケースがあるからです。ベンチプレスの解説では肩甲骨の内転を寄せると表現することがあります。僕も使いますし、今回も使っています。この表現の方法は専門用語を使わないで理解しやすい一方で誤解されやすくもあります。寄せるっていう表現を内転プラス挙上、上に上げる動作ですね。これも寄ってるように見えますよね。こう捉えてしまうと非常にまずいです。怪我の原因になります。ですので少しわからない用語もあるかと思いますが、極力口頭と図でご説明しますので、専門用語の知識もベンチプレスの基本と思ってこの機会に覚えてみてください。では基本のフォームに行きましょう。基本その1、胸椎の柔軟性確保。胸椎の柔軟性を確保することは基本中の基本ですが、このストレッチという部分に関しては結構おろそかにされている部分なのかなと思います。 Google とか YouTube のベンチプレスにおけるコンディショニングの検索数っていうのはセットの組み方とかと比べて下手したら10分の1ぐらいなんですよね。それぐらいみんな興味がないんですよね。しかし胸椎の柔軟性確保は胸郭の可動性に直結し、胸郭の可動性は肩甲骨の可動性につながり、最終的には肩の可動性が良くなります。胸郭は胸椎と胸骨、肋骨、鎖骨などで構成されているカゴ状の構造になっていて、胸椎の柔軟性が高まると胸が立ち、縦のアーチを作ることができます。もちろん体の前面の柔軟性も必要ですけどね。
胸椎が動くようになれば胸郭の可動性が高まるので肩甲骨の可動性が高まります。なぜかというと肩甲骨は胸郭に肩甲胸郭関節という形でつながっているからです。直接骨ではつながっていないちょっと特殊な関節ですけどね。なので胸椎の可動性が上がると肩甲骨の可動性が良くなります。で、意外と見落とされがちなんですが、肩関節というのは肩甲骨と上腕骨で構成されているので、肩の柔軟性というのは肩甲骨の柔軟性に関係しています。特に肩の前側を痛めてしまう人、ボトムで胸がバーにつけられない人、胸ではなくて腕ばかりが疲れる人などは、まず胸椎の柔軟性を確保することが必要です。どのように胸椎の柔軟性を高めていくのかというと、フォームローラーでのストレッチが第一です。これを何箇所かに分けて行って、柔らかくしたい場合は1箇所1分ぐらいやるといいと思います。1日ですね。練習前1回、寝る前1回とかやればさらに効果は出ると思います。うつベンチ LINE 公式アカウントで一緒にやってる T さんなんですけれども、めちゃくちゃブリッジが高くて綺麗なのでご紹介します。 T さんのブリッジはこんな感じです。すごいですよね。見習いたいです。すごく綺麗ですよね。ちなみに T さんは2024年の1月にマックス115キロからスタートして1ヶ月半でプラス5キロの120キロが上がっています。取り組みをお聞きしたところ、コンディショニングを含めかなりいろいろとやられてました。素晴らしい取り組みだと思ったので、ご本人から許可をいただきまして皆さんと共有したいと思います。 T さん本当にありがとうございます。1個目はこのストレッチです。ベンチ台に両肘を置いて潜り込むような感じですね。似たような動きは僕も紹介していますが、僕は片手でやっていました。両手でやると上腕三頭筋、特に長頭ですね、そこに加えて胸郭も動かせるので一石二鳥ですね。2つ目がこちらです。こちらは下に下ろした時に首から背中にかけて、上に上げた時に体の前面を斜めに伸ばしています。これは肋間筋とか腹斜筋も伸びそうですね。呼吸筋のストレッチとしても有効です。体を縦に伸ばすストレッチだけじゃなくて斜めに伸ばすストレッチ、特に前面ですね、そういったものも必要ですね。3つ目はこちらです。こちらも胸郭のエクササイズですね。肩甲骨の内転外転含め自力で胸郭を動かすエクササイズです。4つ目がこちらはベンチ台に背中を当てて胸椎のストレッチをしています。フォームローラーと違って自分で負荷を調節できてより強いストレッチができると思います。5つ目はこちらです。プルオーバーですね。胸郭を動かしながら大胸筋や広背筋を温めることができるのでウォームアップとして有効ですね。それ以外にもローテーターカフのエクササイズも行っており、コンディショニングへの意識が非常に高いことが分かります。こういった取り組みの継続がこのブリッジを作るということですね。僕ももうちょっと頑張んなきゃかなとちょっと反省しました。ついついスキップしたくなる部分なんですけれども、こういうことをコツコツ続けられる人が伸びると思います。ベンチプレスの基本すべてにおいて言えることですが、今日からやって来週結果が出るものではありません。1ヶ月ぐらいで効果を感じ始めると思いますが、フォームや重量に反映されるのは3ヶ月はかかると思った方がいいです。やめると一気に硬くなりますので気をつけましょう。基本その2、寝る位置は動作中にバーがラックに当たらない、なるべく頭側。正しい寝る位置は人によって異なります。なぜなら人によってルーティン、フォーム組のやり方や体の動きが違うからです。ですので一概にバーの下に目というのが正しいわけではありません。バーの下に目で寝る位置を合わせた結果、ラックアップがやりやすく、動作中にバーがラックに当たらない範囲でなるべく頭側に寝ることができていれば、今の自分にとってそこが正解です。これは決め打ちできるものじゃなくて、寝る、ラックアップ、下ろす、上げる、戻すを繰り返して最適な位置を決めていきます。粘ったレップでバーがラックに当たってしまう場合はバーの軌道がずれている場合もあるので、それも考慮しましょう。範囲の目安としてはバーの下に顎から目ぐらいかなと思います。この先の手順は順番が前後する場合がありますので、ご自身のやりやすいように行ってください。今回は僕の順番でご紹介します。基本その3、原則1、肩甲骨を寄せて下げる。フォームを組む際に肩甲骨を寄せて下げます。これは基本中の基本なのでベンチプレスの原則としています。肩甲骨を寄せることの主な目的は2つあると考えています。1つ目は肩の保護です。肩関節は上腕骨と肩甲骨、鎖骨からなる関節です。
肩関節の水平外転域、手を水平に後ろに動かす動作ですね。これはマイナス30度と言われています。手を真横に上げてそのまま後ろに持っていくっていうことですね。この動作の可動域は手を真横に上げた状態を0度としてマイナス30度と言われています。少しだけ後ろに引けるということですね。ですが動きを分解してみると、この水平外転域の限界は肩甲骨面に依存しており、肩甲骨が外転、つまり肩を前に出すようにしていると水平外転域っていうのは大幅に減少します。肩甲骨はもともと30度についているので、それより後ろにはなかなかいかないんじゃないかなと思います。肩甲骨とその水平の面を肩甲骨面といい、これを肘が割り込むと肩の怪我を誘発します。一般的な水平外転域っていうのは背中に何もない、つまり肩甲骨がフリーの状態での可動域です。ですがベンチプレスでベンチ台に寝転がって肩甲骨が固定されている場合の水平外転域というのは状況がちょっと違うわけですよね。フォーム組みの段階で肩甲骨を内転させないと肩甲骨はニュートラルな状態になるので、先ほどもお話ししましたが30度という角度になっています。この状態でベンチプレスをすると肘が肩甲骨面を割ってしまい、肩関節の水平外転可動域を超えるので肩を怪我することになります。2つ目の理由としては大胸筋の出力の向上です。大胸筋は上腕骨を体側に引っ張る筋肉です。この大胸筋の出力を高めるためにはより高い場所から腕を引っ張る必要があります。簡単なモデルで考えてみましょう。まず肩甲骨を寄せずに胸を張っていない状態です。この状態から大胸筋が上腕骨を引っ張るとほぼ真横から引くことになります。では肩甲骨を寄せて胸を張った場合はどうでしょうか。大胸筋の付け根、基枝ですね、この部分の位置が高くなるので高い位置から上腕骨を引っ張ることになります。さらにこのモデルを単純化するとこんな感じになります。高い位置から引っ張る場合と低い位置から引っ張る場合、どちらが引っ張りやすいと思いますか。おそらく高い位置を選ぶ方が多いと思います。このモデルは非常に単純化しているので実際にはもっと多くのベクトルがありますが、原理としてはこのような力学が考えられます。実はこの時もう一つ肩甲骨の動きが発生しています。これ何か分かったらかなりのマニアですね。それは肩甲骨の外旋です。外旋、外転じゃなくて外旋ですね。聞いたことがない方の方が多いと思いますが、この意識も大事です。肩甲骨の外旋は体を頭側から見た時に肩甲骨がハの字になる方向に回るっていう感じですね。胸郭の方に張り付く動きですね。この外旋の動きが内転と合わせて働くことで肩甲骨面をハの字にすることができます。動作的には肩甲骨を内転すると自然に外旋も入るのでほとんど説明されることはありませんが、外旋は肩甲骨面をハの字に保つので肩の怪我のリスクを下げれます。加えて肩甲骨が胸郭に接近するので肩甲骨の動的安定性を高めることができます。この状態の肩甲骨は安定性が高い状態になります。張り付くという表現をしましたけれども固定されるという意味ではありません。動かせる状態で安定するという意味です。この肩甲骨の動的安定性の向上は肩甲骨の内転とか下正でも高まります。次に肩甲骨を下げる理由です。これは寄せると同様に肩の保護ですね。肩峰下インピンジメントを防止することが主な目的です。肩甲骨を挙上する、つまり肩甲骨を上に上げるっていうことですね。これをしてしまうと肩峰を上腕骨で下から突き上げてしまう形になって、その状態で腕を動かすと間にある棘上筋とか周辺の軟部組織が傷つき炎症を起こします。これを肩峰下インピンジメントと言います。最悪の場合は腱板断裂ということになっちゃう人もいるので、すごく大事なところですね。これを防止するために肩甲骨を下正させます。肩甲骨を寄せて下げるについては YouTube などで肩甲骨は寄せない、肩甲骨は立てるというものも聞いたことがあると思います。このテクニックっていうのは間違ってるんでしょうか。これらは間違っているのではなくて上級者のテクニックなので初級者から中級者の方には向いていないというだけですね。こういった応用的なテクニックは基本ができるようになってから取り組みましょう。はじめはしっかりと肩甲骨を寄せて下げる、そして可動域を目いっぱい使って怪我をしないベンチプレスをしましょう。
初めのうちから寄せ具合を調節して肩甲骨を柔らかく使うということはなかなかできません。これは肩甲骨がコントロールできるようになってからやることですね。肩甲骨をコントロールできないのに寄せを甘くすると肩甲骨面を肘が割ってしまうので怪我をするリスクが高くなります。肩甲骨の話をしだすと1時間ぐらい喋れちゃうので次に行きましょう。基本その4、手幅はボトムで前腕が垂直。手幅をどれぐらいにするのかはその人の肩幅や腕の長さによって異なります。なので一概にここを握るということはできません。ボトム位置で前腕が垂直になる手幅を基本としましょう。なぜこの手幅を基本にするかというと、前腕が垂直、つまりバーを真下から押す形になるため最もバーに力が伝わりやすいからです。グリップもそこまで精密でなくても手首とか肘、肩を痛めづらいです。ここから手幅を広げるごとに肩甲骨の使い方やグリップの複雑さが高くなります。また肩甲骨を寄せ切ったまま手幅を広げると手の外側が浮いて親指側に重りが集中してしまうので怪我の原因になったりもします。かといって肩甲骨を緩めると肩の怪我のリスクが上がります。なので初心者の方はボトムで前腕が垂直になる手幅を基本にした方がいいと思います。では次に行きましょう。基本その5、原則2、グリップはしっくりくるように握る。この基本に関しては僕はいつまでたってもしっくりくるグリップが言えません。10回連続で言えた方はコメントで教えてください。言えなかった方もここも噛んじゃいましたね。言えなかった方もコメントで教えてください。冗談はさておき、グリップに関しては考え出すと沼にはまる上にいろいろ考え込んで作り出したグリップがかえって怪我を招いたりもするので、しっくりくるように握るというのを基本にしています。ですがある程度の目安は必要だと思いますので、グリップの向きと乗せる位置の2つの目安をお話しします。グリップの向きは大まかに分類すると3種類に分けることができます。1つ目はハの字グリップ、2つ目は逆ハの字グリップ、3つ目はその中間のニュートラルグリップです。それぞれの間、つまり逆ハの字寄りのニュートラルグリップやニュートラル寄りのハの字グリップなど、それぞれの中間に無数の握り方があります。さらに手を乗せる位置のバリエーションとして手のひらの親指側ですね。親指側は人差し指と親指の間にある知能線から親指の付け根の間に乗せる感じ。小指側は小指の付け根の下にある頭脳線から生命線の下、短い人はその延長上ですね。それぐらいの範囲に乗るように握りましょう。知能線とか頭脳線とか言ってなんか占いみたいだなって思いましたか？この手のシワ、一般的には手相という風に呼んでいる人が多いと思いますが、これは飛線と言います。川に線と書いて飛線です。それぞれに正式名称もあります。このシワはその人が手を握る時のパターンでもあり、医学的には神経とか血管、骨の位置を推測することに用いられます。飛線を一つの目安にするっていうのは一見いい加減なようで意外と科学的だと思いますね。この向きと乗せる位置の組み合わせの中で自分の手にしっくりくるグリップを選びます。このしっくりくるというのはいろいろな意味を含んでいるので、以下の内容も含めてしっくりくるようにグリップを握りましょう。手首は立てない。握った時に手首、肘、肩の無理なねじれがない。ボトムで力が入る。ボトムで肩が突っ張らない。これらを無視してグリップ単独で変更すると肩甲骨とか肘の向きとグリップが合わず手首か肘か肩を痛めます。なのでグリップを変更するときは肘の割りや肩甲骨のセッティングも見直すようにしてください。逆もしかりで肘の割りを変更するときはグリップや肩甲骨のセッティングも見直しましょう。自分で判断するのが難しいという方はうつベンチ LINE 公式アカウントにメッセージいただければ無料でフォームチェックもやっています。この動画を公開時点で200名ほど参加して日々研鑽しています。メッセージはお気軽にどうぞ。では次いきます。基本その6、ブリッジを作る。足を踏ん張って上体を起こしブリッジを作ります。この時腰も浮きますが反るのは腰ではなく胸です。腰椎ではなく胸椎を伸展させましょう。この時に肩甲骨の上側または僧帽筋の上部をベンチ台に押し込みながら引っ掛けるイメージで肩甲骨を立てていきます。ブリッジを組む時は首を引きながら胸を顎に近づけるイメージで行います。
これが逆になってしまい、顎を胸に近づけるのはやめましょう。肩が上がってしまい、これは肩の挙上ですね。肩甲下インピンジメントなどの怪我の原因になります。ブリッジを崩さないようにゆっくりとお尻をついて力の入る位置に足を置きます。足はブリッジを組んでからラックアップ、下ろし、挙上というフェーズで常に踏ん張ります。お尻のつき方としては骨盤を立てる、これは骨盤の前傾ですね。で、寝かせる、これは骨盤の後傾ですね。この辺を調節します。骨盤を立てるとブリッジが高くなる傾向にありますが、全体的な自由度が減少します。骨盤の角度は個人差が大きいので、自分に合った角度を探しましょう。足の置き方については、足を引く、投げる、開く、閉じる、つま先を開く、閉じるの組み合わせで8通りの中から力の入りやすい位置を選びます。ブリッジを立てることに関しては、初めはイメージだけでも大丈夫です。基本1の胸椎の柔軟性確保に取り組んでいれば、次第に立てることができるようになります。ブリッジを作ると肩甲骨は後傾、つまり胸郭に張り付くような形になります。肩甲骨と胸郭の間には肩甲下筋とか前鋸筋があるので、骨同士が当たるっていうことはないんですけどね。この肩甲骨の後傾、つまりブリッジを立てるというところですね。肩甲骨を立てるということも肩甲骨の動的安定性を高める効果があります。上腕骨、つまり腕は肩甲骨と関節を作っており、腕の土台っていうのは肩甲骨です。ベンチプレスの動作において、寄せる、これは内転ですね。下げる、これは下正。立てる、これは後傾。この3つの動作をすることで、腕の土台である肩甲骨が安定し、安定した土台からは高い出力が出ます。ブリッジは距離を短くするだけなので不要っていう方がいらっしゃるんですけれども、ブリッジを作ることは重量を上げる上で非常に重要な動きです。体重が100キロを超えるような体が大きくて厚い人以外のほとんどの人っていうのは、ブリッジなしでバーを体につけることが困難です。重さで無理やりボトムまで下ろすと、肘が肩甲骨を割り込んでしまい、肩の怪我につながります。お腹側に下ろすにしても、ブリッジがない状態でお腹側に下ろすと、体に接触するぐらいまで下げた時には前腕がお腹側に倒れてしまうか、肩が過伸展、つまり肘の引きすぎですね。その状態になってしまって肩の後ろを怪我します。つまりブリッジがないとベンチプレスとして成り立たないということですね。ブリッジを作ることはベンチプレスで重量を上げるためにも重要ですし、怪我防止の面でも非常に重要です。では次行きましょう。次から実際のベンチプレス動作です。基本その7、原則3、ラックアップの受けは腕がベンチ台に垂直。ラックアップではバーをラックから外してベンチプレスのスタートポジションに持ってきます。この時のスタートポジションをラックアップの受けというふうにも言いますが、受ける時は腕がベンチ台から見て垂直にして止まりましょう。お腹側にも頭側にも流れないようにしてください。それを踏まえた上でラックアップの動作を初めからお話しします。まずフォームを組んでグリップした状態から少し肘を伸ばせばラックオフできる場所に寝るようにしましょう。これは基本その2ですね。これぐらいの位置に寝れるように調節します。ラックの高さに関しては、寝てグリップした後に肘の角度がまっすぐな状態から見て45度ぐらい、大体ですけど、大体45度ぐらいになるといいのかなと思います。これぐらいで外すと割とスムーズに取れると思います。ラックが低すぎると肘が曲がりすぎてラックアップで力がかかりすぎてしまう、もしくは上がらないということになります。逆にラックが高すぎるとラックアップの際にフォーム組でセッティングした肩甲骨を寄せて下げる、これは基本その3原則1ですね。この寄せて下げた肩甲骨が抜けてしまいます。ラックアップした後にこの抜けてしまった肩甲骨を入れ直すっていうのは基本的にはできません。そのまま下ろすと肩甲骨面を肘が割るので肩を痛める原因になります。ラックの種類によっては調節幅が大きすぎてちょうどいい高さにならないっていうことがあると思います。その際に高すぎと低すぎのどちらがいいのかっていう問題が発生すると思うんですが、これは低すぎの方がいいと思います。どっちも嫌なんですけど、どちらかといえば低すぎの方がいいです。低すぎの場合は力を余計に使う、またはラックオフできないだけですが、高すぎの場合は肩甲骨が抜けてしまうのでその後の動作に大きく影響します。
なのでどちらかを選ばなければいけないっていう場合は低すぎにセットしましょう。はい、ここから肘を少し伸ばしてラックから外します。この時に寝る位置が下、つまり足側すぎるとプルオーバーみたいになってしまって力を無駄にする、外せない、肩を痛めるっていう原因になります。ただラックの爪がすごく長いパワーラックっていうのもあって、そういう場合はちょっと下、つまり足側に寝るっていうのは仕方ないのかなというふうに思います。爪が長いラックで頭側、上側に寝すぎると受けた時にお腹側にバーが流れてしまうことになります。ラックから外したらトップポジションまで持っていきます。これが受けのポジションですね。この時に腕はベンチ台に対して垂直にします。バーベルと体の関係で考えると、バーベルの真下、バーの真下に肩関節がきます。この時に重さを肩の後ろ、もしくは肩甲骨という風に捉えてもいいですけれども、肩甲骨で受けるようにしましょう。肩関節でまっすぐ受けているので、この体勢がラックアップの受けにおいて一番安定するはずです。少し専門的なことを言うと、モーメントアームがゼロの状態ということですね。肘は曲げずにバシッと伸ばして腕でつっかい棒をするようなイメージです。肘を曲げて受けてしまうと重量を腕で受けてしまうことになって受けが安定しません。受けで腕が垂直にならないパターンとして多いのは、受ける位置がお腹側に流れてしまっている場合です。この状態の原因の一つとしては、寝る位置が上、つまり頭側すぎるというのがあります。寝る位置が上すぎるとラックに当たらないように受けるためにお腹側で受けることになります。ですがこの状態は肩関節に対してモーメントが発生しているため、力学的に不利な状況になります。想像してみれば簡単ですよね。腕が斜めになってたら安定しないということです。またこれによって受けが安定しないとか、毎回決まった位置に止まらない、バラバラで止まっているという風になると、下ろしていく軌道というのも毎回ずれることになるので、ボトムもずれやすくなります。ですので下ろす前の重要なラックアップの受けっていう動作では、腕をベンチ台から見て垂直にしましょう。受けた時のバーとラックの位置関係ですけれども、高さとしては受けた時にバーの位置がラックの爪と同じぐらいの高さになるのが一番いいかなと思います。で、前側に動かす分の幅は3センチから5センチぐらいかなというふうに思います。もちろんラックによっても違いますし、取り方によっても違うので、ここら辺は参考程度にしてください。次行きましょう。ここから2つは下ろしの基本です。基本その8、原則4。下ろしは自然に。ラックアップまで終了したら、ラックアップの受け、つまりトップから下ろしていきます。この時大事なのは自然に下ろすということです。自然にというのはすごく漠然としていますが、ふわっとした表現だからこそいろいろな意味を含んでいます。ここで言う自然にというのは以下の意味を含みます。下ろし位置を決めない。肘がスムーズに動く位置に下ろす。肩の引っかかりがないところに下ろす。手首の引っかかりがないところに下ろす。手首や肘をねじらずまっすぐ下ろす。こんな感じです。下ろし位置を決めないに関してなんですが、よく大胸筋下部に下ろすとか、ここら辺に下ろしましょうねとか、効くところに下ろしましょうねと言われますが、降りてくる位置は正しい体の使い方をした結果の最終産物です。下ろす位置をあらかじめ決めてしまうと、体の動きを無視して主に手先でコントロールしがちです。そうするとどこかしらに歪みが生じて重量が上がらないとか怪我をすることになります。自然に下ろそうとした時にどこかが引っかかって自然に下ろせないっていう時は、ここまでやってきたことのどこかがずれてるんですよね。肩甲骨とグリップが決まっていれば、肘は決まったところにしか下りません。決まったところ以外に下ろすとどこかが引っかかってくるということになります。どこかが引っかかってくるよくあるエラーとしては、肩の真横に肘を下ろしてしまい肩が突っ張るというのがあります。これは下ろす位置や肘の割りをあらかじめ決めていた場合に起こりやすく、不自然な下ろしの代表例です。ここまで大げさじゃなく自然に下ろしているのに引っかかるっていうことはあります。そうなってしまったら肩甲骨かグリップを調節するということになります。基本その9、原則5。下ろしの時の前腕は常に垂直。自然に下ろしていく中で前腕は常に垂直に保ちましょう。
頭側に倒れるとスカルクラッシャーみたいになるので明らかに重量が上がらなそうですよね。多いのはこの逆で前腕がお腹側に倒れてしまうケースです。前腕がお腹側に倒れてしまうケースでは肩からのモーメントアームが長くなるので力学的に不利になります。パッと見でも不利になるっていうのは傍から見てればわかるんですけれども、やってる本人はなかなか気づかなかったりもします。僕もやりがちです。ですので下ろす時の前腕は常に垂直に保ちましょう。これを確認するには真横から自分のフォームを撮影して確認してみてください。前腕垂直は練習方法っていうのもあります。これはノーグリップベンチプレスです。ノーグリップベンチプレスではグリップを握り込まずに軽く指を添える、もしくは少し開くという感じにします。これによってバーが不安定になるので前腕が傾くとバーが転がってしまいます。そうならないためにバランスを取ると前腕は自然と垂直になります。これは基本その7原則3ラックアップの受けの腕はベンチ台に垂直にも当てはまりますし、ボトムが自然であれば握ってなくても素直に下ろせるはずです。自然に下ろして前腕を垂直にすると結果的にバーを下ろす軌道はおおむね体の面に対して垂直に降りてきます。もう少し深掘りすると肩甲骨に対して垂直という形になるのかなと思います。この時に自分もブリッジを作って体の面を見ているので主観的にはまっすぐ見えるんだけど外から見ると斜めに下ろしているように見えます。バーがおおむね体の面に対して垂直に降りてきますというふうに言ったのは意図的に体に対して垂直に下ろすのではなくて自然に下ろすと体の面に対してだいたい垂直になるからです。ただし人によって垂直より少しお腹側に降りる人と頭側に降りる人に分かれます。ここは個人差なのでバーの軌道も参考程度にしてください。では最後のステップ挙上に行きましょう。基本その10挙上は下ろしと同じ軌道。挙上では下ろしてきた軌道と同じ軌道で上げましょう。この時にフォーム組でセッティングした肩甲骨の内転が抜けないように気をつけましょう。つまり肩が前に出ないようにしましょうという意味です。加えて肩甲骨の挙上とか前傾、これは肩が上がってしまうという感じです。これが起こらないように下勢と後傾をキープします。内転、これは寄せ、下勢、これは下げですね。後傾、縦、内転、下勢、後傾、これを解くと肩の前側や肩甲下を痛める原因になります。よくある軌道のエラーパターンとしてベンチ台に対して垂直に上げてしまうというパターンがあります。下ろしの時は客観的に見ると斜めに降りてきますというお話を先ほどさせていただきましたが、ということは挙上が同じ軌道を通るので挙上も斜めに上がるはずなんですよね。上げた方がいいんですけれども、この軌道ではなくてそのまま真上に上がってしまうというパターンがエラーパターンです。これは途中までは上げやすいかもしれませんが、そのまま上げるとトップの位置、つまり基本その8原則3のラックアップの受けはベンチ台に垂直、この場所に戻さなきゃいけないので外側をこう描くような軌道で戻す形になるので非常に非効率になります。もう一つ注意する軌道があります。それは降りてきた軌道に対して下側を通って上げる軌道ですね。この軌道はボトムで少し肘を開いて挙上するときに発生します。肩関節の内転を入れるとかっていう風に言うこともありますね。上級者の中にはこれを応用テクニックとして使っている人もいます。確かに力学的な観点から見ると肘を開く、つまり肩関節の内旋を入れることでモーメントアームが短縮されるので挙上に有利になります。ですが初心者の方がこのテクニックを使うと肘が開いた時に肩甲骨でコントロールしきれずに肩に重さが乗って怪我をすることになります。研究論文の結果で上級者のバー軌道が下ろしの軌道の下を通っているからこれが重量が上がる軌道ですと言っているトレーナーさんとかインフルエンサーの方がいますが、これは因果関係の捉え方を間違えている可能性が高いです。挙上時のバーの軌道が下ろしよりも下の軌道を通るから強いのではなく、バーが下の軌道を通っても処理できるだけの肉体とテクニックのある人は強い、これが正しいと思います。つまり軌道が強い理由ではなく、それができる上級者は強いということですね。この辺も踏まえて
論文っていうのはやっぱり自分で読まないとダメだなっていうふうに思います。少し話はそれましたが、下ろしの軌道に対して上も良くない下も良くないってなると、最終的には下ろしてきたものに対して同じとこに返してあげるっていうのが一番いい軌道だということになります。基本その11、呼吸は強圧。順番が変わってしまいますが、最後に呼吸についてお話しします。呼吸はベンチプレスの重量アップに非常に大事な要素です。ラックアップの前と下ろしの前に大きく息を吸い込み止めることで強圧、正式には胸腔内圧を高めることができます。レップ中もできるだけ無呼吸で行い、苦しくなったら息継ぎを挟むようにします。レップ中に息継ぎをしてもう一回再スタートするとすごいきついことないですか？あれは胸腔内圧が下がっているっていうのも一因です。この胸腔内圧を高める、もしくは呼吸をするということに関して関係してくる筋肉としては、主に肋間筋と横隔膜、これがあります。他にもいっぱいありますが、ここではこの2つに焦点を当てます。肋間筋は肋骨の間にある筋肉で、内肋間筋と外肋間筋がそれぞれ収縮することで胸郭が膨らみ空気を取り込んだり、胸郭をすぼめて空気を吐き出したりします。肋間筋は胸式呼吸の時に多く使われます。いわゆる肉の部位でいうと、これはスペアリブですね。横隔膜は肋骨の下あたりにドーム状に広がる筋肉で、収縮することで胸腔を広げて空気を取り込み、元に戻ることで空気を排出します。横隔膜は腹式呼吸の時に多く使われます。焼肉でいうと下がりとかハラミですね、こちらが該当します。結構しっかりとした筋肉ですよね。ベンチプレスでは腹圧ではなくて強圧、つまり胸腔内圧を高めます。これによって胸がより高くなり力が入るようになります。胸腔内圧の高め方なんですけども、まず大きく息を吸います。この時腹式呼吸ではなく胸式呼吸で息を吸います。胸式呼吸では胸を横と上に広げるイメージで息を吸います。この時に肋間を広げて肋骨も横に広げるイメージで息を吸ってください。鋭い方はお気づきになったかもしれませんが、これも胸郭が可動性がないと大きく息を吸うことができません。その一つとして肋間筋の柔軟性っていうのも大事になってきます。一番最初のストレッチのとこで、これは呼吸筋にもいいストレッチですねっていうのを紹介したのを覚えてらっしゃる方もいると思います。あれですね。あれが呼吸にもつながってきます。腹式呼吸とその違いがわからないっていう方がいらっしゃると思うんですけど、腹式呼吸は横隔膜を下げるイメージで息を吸います。実際下がるんですけど、実際に意識してやってみてください。お腹が膨らむっていうイメージになるかもしれません。胸式呼吸と腹式呼吸っていう2つを分けて使うことができるとトレーニングは役に立つと思います。話を戻します。次に胸式呼吸で胸に溜めた空気を圧縮して圧にしていきます。息を大きく吸い込んで止めるときに、息を吐くときの要領で肋骨を締めて胸の圧を高めます。加えてお腹をグッと上に引き上げてへこませ、横隔膜を引き上げます。これによって胸腔内圧がさらに高くなります。どこまで圧をキープできるかっていうのも一つのポイントですね。お腹側の圧を高める腹腔内圧、いわゆる腹圧とは違うので、しっかりと分けて使いましょう。ラックアップの前と下ろす前にこの方法で胸腔内圧を高めることで、さらに安定したベンチプレス動作が可能になります。人によってはラックアップ前に吸ってそのまま下ろす前には吸わずに下ろすっていう方もいますので、そこは自分に合った方法を取り入れてください。ここまでがベンチプレスの動作の流れと5原則と11の基本です。おさらいしましょう。基本その1、胸椎の柔軟性確保。基本その2、寝る位置は動作中にバーがラックに当たらないなるべく頭側。基本その3、原則1、肩甲骨を寄せて下げる。基本その4、手幅はボトムで前腕が垂直。基本その5、原則2、グリップはしっくりくるように握る。基本その6、ブリッジを作る。基本その7、原則3、ラックアップの受けは腕がベンチ台に垂直。基本その8、原則4、下ろしは自然に。基本その9、原則5、下ろしの時の前腕は常に垂直。基本その10、挙上は下ろしと同じ軌道。
基本その11、呼吸は強圧。ということで今回はベンチプレスの基本をお話ししました。ある程度、例えばフォーミュラ100近くまで行くのは基本を徹底することが重要だと思います。今回お話しした内容を繰り返し練習してみてください。とはいえ基本練習ばかりでつまらないなと感じてしまってはベンチプレスが楽しくなくなってしまうかもしれません。そうなってしまっては元も子もないので、時々は自分のやりたいことをやるというのもいいと思います。僕自身も基本練習8割、遊び2割ぐらいでベンチプレスをしています。正直遊びが3割ぐらいになっちゃう時もあります。ベンチプレスを伸ばす一番の秘訣はベンチプレスが好きで楽しんでやることです。それを忘れずに練習していければ必ず強くなれます。一緒に頑張りましょう。この動画が役に立ったよと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。うつベンチ LINE 公式アカウントでは無料でベンチプレスのメニュー作成やフォームチェック、お悩み相談をやっています。概要欄からお気軽に友達追加とメッセージください。最後にお願いがございます。いつものお願いで大変恐縮ですが、うつベンチの YouTube チャンネルと LINE での活動をご支援いただける方はグッドボタンの右側にあるサンクスボタンからスーパーサンクスでご支援いただけると大変嬉しいです。これからもベンチプレス頑張りましょう。それではまた次回。バイバイ。